うるさい。俺に指図するな。俺はただ、読み方を間違えてると進言しただけなのだが、年下部長はそう言って突っぱねた。黙ってろ。と言われたので、指示通り黙って座る。この後、まさかあんなことが起こるなんて、この部長は思ってもいなかったのだろう。俺の名前は岩崎。56歳の会社員だ。俺の父は昔から海外を飛び回っていた。母から、父は発展途上国の支援をしていると聞いた。父とはなかなか会えないのは寂しいが、俺は父のことを尊敬していたのだ。俺なりに父の仕事のことを勉強し、いつか父のようになりたいと思っていた。小学校の高学年になると、父とテレビ電話ができるようになったので、俺はよく父から話を聞いていた。そして高校3年の春、父が途上国で建設された学校で教員になるという。母は昔英語教師をしていたので、できれば母にも支援してほしいという話らしい。俺は悩んだが、高校を中退して父のところへ立つことにした。俺が高校を卒業するよりも途上国に行く道を選んだのは、経験を優先させたから。父のような仕事に就きたいと思っていたので、これは経験値になる。何より実際に途上国に行かないで支援したいなどとはおこがましいと思ったのだ。父も母も俺の好きにすればいいと言ってくれた。むしろ父は、俺が父の仕事に興味を持ったことが嬉しかったようだ。俺はそこで人脈を広げ、日本に戻り、つてで就職をした。そこは途上国に事業展開をしたいという企業で、俺はその部署に30年以上勤め、出世もした。事業展開はうまくいき、他の企業からも注目されている。そして俺は56歳にしてヘッドハンティングされたのだ。前職の俺の実績をぜひ活かしてほしいという服飾メーカーだ。途上国支援のためにも工場を作りたいという。仕事がなくて困っている国はまだまだある。俺はいろいろな国を回ったが、仕事がなくて苦しんでいる人を何人も見てきたのだ。俺で力になれることなら、と、俺は転職した。部長になってもらえないかとも言われたのだが、服飾メーカーは初めての経験だし、勝手もわからない。社長直々の要請だったが、いずれ出世できるよう、心機一転一からスタートしたい。という俺の要望を聞いてもらった。ここの沢田社長は、俺が前にいた会社の社長の知り合いだ。前の会社の社長も、ぜひ力を貸してやってくれと言って、心よく送り出してくれた。沢田社長は、岩崎さんに入ってもらえるなんて本当にありがとうございます。と、俺に言ってくれるような腰の低い人だ。だが、俺の上司になった男は違った。最初こそ感じがいいと思ったのだが、なんで中途入社の面倒を俺が見なきゃいけないんだよ。とブツブツ文句を言っている。名前は吉沢。年齢で言えば、俺の一つ下の55歳だそうだ。周りの話によると、つい先日定年退職した人の後任として、ようやく部長になれたのだという。今までも部下に対する態度はひどかったが、部長になってますますひどいそうだ。上司に取り入って出世しようとしていたが、成績はお世辞にもいいと言えず、部下たちからの評価が低すぎてずっと出世できなかったという。ちょっと厄介な人物だとは思ったが、俺は上司によって仕事の熱量を変えるつもりはない。そしてある日、俺は海外出張に同行することになった。
工場を建設する現地の視察も兼ね、商談も行うことになったそうだ。この商談がうまくいけば、工場を建設し、現地で人を雇い、現地の研修制度を確立させ、そのノウハウでさらに大きく、会社も現地も発展できる。年単位での計画になる大口の商談だ。関わる国も様々なので、日常会話レベルではあるが、5カ国語が話せる俺が商談の中心になってほしいと、沢田社長から直々に指名されたのだ。俺は沢田社長と吉沢に同行する形となった。吉沢は、中卒が同行と笑う。吉沢は学歴にプライドを持っているのか、自分よりも学歴が低い人間のことをとことん馬鹿にしてくる。そして、社長はあんたが外国語が話せるからって言ってたけど、信用できんな。俺は昔から英会話に通っていたし、俺に任せてもらって大丈夫なんだが、と言ってくる。沢田社長は吉沢に、俺のことをあまり話していないのかもしれない。そう思った俺は、父が仕事でずっと海外にいたので、私も一緒に暮らしていたことがあるんです。今回の商談は英語の他にも何カ国語か必要になりそうですし、私は日常会話程度なら話せますので、社長から声がかかったんだと思いますよ。なるべく丁寧に言ったつもりだが、吉沢は眉間にシワを寄せた。でも中卒だろ。俺は新卒でここに入社している。中途入社のあんたなんかに意見される覚えはない。俺が困っていると吉沢は鼻で笑う。まあ、同行するのは構わないが、中卒なんてただの邪魔。黙って座ってろ。そう言ってしまった。吉沢なりのプライドなのだろう。あまりそのプライドを刺激しても仕方ないので、俺は黙って自分の仕事に徹することにした。海外出張当日、沢田社長と吉沢と一緒に現地に着くと、俺は率先してタクシーを手配し、ホテルに向かった。さすが岩崎さん。経験豊富なだけあって対応がスムーズですね。と沢田社長に言われると、吉沢が俺にボソッと、調子乗ってんじゃねえぞ。という。面倒なので俺は聞こえないふりをした。そして、いよいよ商談という時になると、吉沢が、社長、ここは私に任せてください。と言い出した。沢田社長は、いや、しかし、ここは岩崎さんの方が、と言いかけたが、吉沢が遮る。大丈夫です。今日のために私は、ここの言葉も勉強してきました。それなら文句ないですよね。俺に商談を任せるというのがどれだけ気に入らないのか。しかし言語まで勉強したというのなら向上心はあるのだろう。沢田社長は渋りながらも、では岩崎さんにはフォローに回ってもらいます。ただし私が無理だと判断したら岩崎さんに代わってもらいますよ。それでいいですか？と聞いてきたので、吉沢も俺もうなずいた。誰が商談しようと成功すれば会社のためになるのだから、吉沢がきちんと商談できるのなら問題ない。しかし、商談が始まると予想外なことが起こった。商談相手は10名ほどいて、各国から来ているので、共通の言語は英語だ。英語ならなんとかなるだろうと思っていたのだが、あれだけ胸を張っていた吉沢が、英語すら満足に話せていない。緊張しているのだろうか。時折、沢田社長が英語でフォローを入れているが、俺は立場上出しゃばれない。ただ、吉沢が資料に書いてある単語の読み方を間違えていたので、
これはまずいと指摘した。吉沢部長、読み方が違います。と、正しい読み方を教えたのだが、うるさい、俺に指図するなと睨みつける。そして、俺に指摘されたことで、ますます焦ったのかミスを連発。商談相手もざわつき始める。商談相手からヤジのような言葉も飛び、いろいろな国の言語が飛び交う。知らない言語でまくし立てられると、相手が怒っているかのように感じてしまうので、吉沢は自分が非難されているとでも思ったのだろう。その場で青くなってガタガタと震え出した。さすがに沢田社長が、岩崎さん、あとお願いします。と言ったので、その場で俺が引き継いだ。うちのイメージが悪くなっても困るので、吉沢は俺の上司で、普段は仕事ができる人。ただ、緊張しやすい性格なので、体調が優れないようだとフォローをする。事情を分かってくれたようで、先ほどまでのギスギスした空気はなくなった。俺は安心して資料の説明を始める。自国の言語なら何を言っているのかわからないと思ってる人も多かったようで、ところどころで不満を言ってる人もいた。だが俺はその言葉を拾い、一つ一つ丁寧に説明をする。気がつけば、俺は5カ国語を使い分け、商談相手を説得していたのだ。吉沢は青い顔のまま小さくなっている。沢田社長は感心するような顔で俺を見ていて、当初の予定通り、俺が完全にこの商談を任された。失敗はできないというプレッシャーはあったが、丁寧に説明したことで相手にも納得してもらい、見事に商談は成功したのだ。商談が終わると、みんなが俺に話しかけてくる。その中には、なんと父のことを知っている人もいた。父はもう他界しているが、こんな異国の地で、父の話ができたことが嬉しかった。その日、ホテルに戻ると、沢田社長が、吉沢に、岩崎さんに言うことはないのかという。いつもは温厚な沢田社長だが、いつになく厳しい表情だ。吉沢は俺をちらりと見ると、ああ、助かったよ。と面倒そうに言う。いつもなら吉沢も沢田社長の前でこんな態度は取らないが、あれだけ恥をかいた後だからこんな態度になったのだろう。いえ、とんでもないです。と、俺が言った途端、沢田社長は言った。それで済むと思っているのか。吉沢が思わず後ずさりするほどの迫力だ。俺も驚いて沢田社長を見た。吉沢くんは明日までに反省しておきなさい。と沢田社長が言い、その場で解散になった。翌日ホテルで朝食をとっていると、吉沢に声をかけられる。あんた調子乗んなよ。朝からなんという態度だ。しかも昨日沢田社長は反省するようにと言っていた。俺は今まで我慢していたが、さすがにため息をつく。それが吉沢部長の反省の言葉ですか？初めて俺が反論したので、吉沢は驚いた顔をした。俺はその様子を無視し続ける。調子に乗った覚えはありません。もともとこの商談は私が任されていましたが、吉沢部長ができるとおっしゃったから私がフォローに回ることになったんですよ。自分ができなかったことを棚に上げて、調子に乗るなとは、どういうことでしょう。吉沢は俺を睨んだ。あんた、たかが中卒だろ。俺を笑い物にして優位に立ったつもりか？その言葉に俺は呆れる。中卒？それが今何か関係ありますか？
優位に立ったつもりもありません。吉沢はむっとしながら答えた。中卒は中卒だろう。あんたと俺じゃ頭の中身が違うって言ってるんだ。俺はため息しか出ない。頭の中身ねえ。別にあなたがそう思うならそれで構いませんが、昨日の商談を成功させたのは私です。あのままあなたが商談を進めていたらどうなっていましたかね。吉沢部長は大卒で人を馬鹿にするほど利口ならその結果はわかりますよね。俺は思いつく限りの嫌味を詰め込む。吉沢は、黙れというだけだ。あなたがふっかけてきたんですよ。今までは我慢していましたけど、昨日の商談が成功したことですし、もう黙っているのも限界です。俺がそう言うと、吉沢は睨んでくる。俺は部長だぞ。あんたの上司だ。逆らったらどうなるか分かってるんだろうな。俺は鼻で笑った。はっ、そうですね。残念な上司ですよ。逆らったら首にでもするつもりですか？すると吉沢が笑い出す。そうだ、首だよ首。あんたみたいな生意気な部下はいらないんだよ。即刻首だ。帰国したら転職先でも探すんだな。俺が言い返そうとすると、何を言っているんだという沢田社長の声が響いた。吉沢が驚いた顔で声の方向を向き、青ざめる。ああ、社長と口をパクパクさせる吉沢。沢田社長は眉を吊り上げていった。君に部下をクビにする権限はない。そもそも君が部長になれたのは、岩崎さんが役職を辞退したおかげだ。私は岩崎さんを部長にしたかった。しかし、入社の際に一から学びたいと辞退されたので、君が繰り上がったというだけ。何を勘違いしてるんだ。吉沢はショックを受けた顔をする。あんたが部長？俺はうなずいた。沢田社長からそういうお話はいただいていました。でも、今まで海外事業に携わっていたとはいえ、この業界は初めてだったので、辞退したんです。しかし、吉沢部長に任せるくらいなら、部長を引き受けてもよかったと思っています。吉沢は俺を睨みつける。黙れ！部長は俺だ！俺の方が適任だぞ！俺は吉沢の言葉を軽く受け流した。だったら、今回の商談の責任はご自身で取ってくださいね。私は退職してもいいですが、昨日参加した商談相手の皆さんは私のことを信頼してくれています。私がいなくなっても吉沢部長が引き継いでくれるんですよね。吉沢はさすがに事態を飲み込んだのか、青ざめて今までの勢いをなくす。いや、それは。という吉沢に沢田社長が言った。君はまず岩崎さんにきちんと謝罪をしなさい。君の進退は日本に戻ってから検討する。ただ、覚悟するのは、吉沢くん、君の方だからな。吉沢はがっくりとうなだれて、はい、という。商談を成功させ帰国すると、沢田社長が、吉沢くん、君は岩崎さんの下で学んだ方がいい。と言い、降格処分を下した。吉沢は沢田社長に、申し訳ありません。私が間違っていました。だからどうか降格は。と土下座までしたが、沢田社長は聞かない。君は結局、岩崎さんにきちんと謝罪しなかっただろう。部長にしたのは間違いだったよ。
そう言われ、吉沢はその場に泣き崩れた。周囲の部下たちがひそひそと、吉沢部長奥さんに出て行かれたけど、部長になってようやく戻ってきてくれたんだって。これまた出て行かれるんじゃないの？あの人って自分のミス絶対謝らないんだよな。俺なんてミスを押し付けられたことあるよ。と言って笑っている。吉沢は泣きながらその場を去っていった。その後、俺は部長になり、海外事業を進めている。吉沢は部下になったが、勤務態度が悪い。周りからも、吉沢さんまた遅刻？と言われるくらい遅刻はするし、また間違えてるよ。と言われるくらいミスが多い。上司になった俺に恥をかかせているつもりなのかもしれない。さすがに俺は吉沢を会議室に呼び出し話をした。吉沢さん、社会人としての最低限のマナーは守ってください。今月に入って遅刻は5回目ですよ。書類のミスも多いです。すると吉沢は悪びれもせず、そんなの部長がどうにかしてくださいよ。中卒でも優秀な部長なら、ちょっとくらいできない部下がいても問題ないでしょ。という。その言葉に俺は、もういいかと思った。そして吉沢に向かって口を開く。そうですね。私が何とかできることはすべてしています。ですが、あなたは他の同僚にも迷惑をかけているんですよ。そこで会議室の前から何か気配を感じた。ドアの方を見るといつの間にか部下たちが覗いている。ただのお荷物ですよ。給料泥棒だよな、と口々に言っている。吉沢はそのヤジに思い当たる節があるのだろう。唇を噛んで部下たちを睨む。彼らを睨んだところで何も状況は変わりませんよ。と俺が言うと、今度は俺を睨みつけてきた。うるさい！お前が部長なんて俺は認めないからな！その言葉に俺は笑う。あなたに認めてもらわなくても問題ありません。あなただってみんなに認めてもらわなくても部長でしたよね。そう言うと吉沢はその場にあったテーブルを蹴って音を立てて会議室を出て行った。俺は沢田社長にすべて報告し、社長からも吉沢に話をしたそうで、結局吉沢は自主退職した。部下の話だと少し前に出て行った奥さんを迎えに行くと言っていたそうだが、奥さんの代わりに離婚届を持たされたらしく、一人寂しく家に引きこもっているそうだ。その後、俺は部下を連れて海外出張するようになり、部下にノウハウを教えている。やりがいのある仕事だし、現地の人や部下からも信頼されて、とても充実した毎日だ。岩崎さんに来てもらってよかったです。と沢田社長も言ってくれるので、これからも全力を尽くしていこうと思う。